こんにちは、特急便です。2023年10月10日火曜日、10時37分ぐらいです。今日も時間が押してまして、もうオンラインにはしてしまっています。今日も質問からお答えします。どうしてバイクにしないんですかってありました。よーく言われます。自分は自転車が好きなんで、自転車にしてます。それが短い答えなんですけどね。もっと話すと、自分昔山梨県で赤棒ってやってました。TBS ラジオで、早くて元気な赤棒って当時やってたんですけど、あれをね、10年間やったんですよ。で、そこを脱退して1年間、フリーでやりました。合計11年間、軽貨物やりました。で、その時思ったのが、だんだん、駐車違反が、取り締まりが厳しくなってきて、都内とか配達行くと、今でいう緑の服着た係の人が始まった時期でしたね。そこに路上に駐車して配達行けなくなったり、それからガソリン価格が一番安い時は78円とか80円、1リットルがですね、そういう時期ありましたけども、だんだん、全国的に値段が高くなりまして、1リットル135円だったかな。そこまで行って、ちょっとコスト的に、まだ儲かってますけど、将来的にちょっとどうかなと思ってやめてしまいました。その後、僕考えたのは、これからは自転車がいいなと思いました。運送業界の常識で、大きな荷物運ぶ方が単価が安いんですよね。船大きいじゃないですか。で、船になんかお願いすると、その請求書は多分高い金額になりますけども、単価自体は安いんですよね。それがだんだん小さい、運搬群になっていくと、単価は高くなっていく。だから、理論的には、ウォーカー、ウーバーでいうウォーカー、オンボードクーリエ、ハンドキャリー、あれが一番単価はいいんで、将来的にはそっちの方に僕は持っていきたいんですけども、今そういうつてもないし、ノウハウもないですから、自転車でやっています。ですから、将来的にそういう方向に持っていくかもしれませんけど、バイクに戻す、軽貨物に戻すということは考えていません。あと、なんで自転車をやるか、一つの理由としては健康ですね。やっぱり毎日自転車でやってた方が、どんどん痩せていきます。家で、今年全般副業やりましたけども、どんどんブクブク太っちゃうんですよね。1日3食食べても太ってしまう。それは、やっぱり良くないんで、ウーバーでやってた方が健康にはいいです。あともう一つ挙げるとすると、安全ですね。以前、ウーバーが発表した数字によると、自転車の、バイクさんの事故の死亡率は自転車の5倍です。で、事故報告があったうちの自転車の0.3%の方がお亡くなりになっています。で、バイクの場合はそれが1.5% になります。ですので、1.5割る0.3で5倍なんですよね。で、やっぱり私も、まだ死にたくないんで、自転車の方がいいかなと思っています。で、バイクの方が多少売り上げが上がるかもしれませんけども、自分のターゲット売り上げがそんな高くないんで、年間300万もあればいいかなぐらいなもんですから、自転車でもなんとかなるかなと思っております。新聞の養生ですね。新聞の養生だと、インクが物につきませんかってありましたけども、目で見た感じではつきませんね。ついたことない。それは大丈夫です。もしかしたら分子レベルでね、付着してて、科捜研の女みたいなのが来たら、いや、あなたはここに新聞紙を使ってましたね。使ってましたよね。あ、すいません。私がやってしまいました。なるかもしれませんけど、実際はインクは見えません。全然つかないと思っていいと思います。で、以前僕も昔は東儀さんって方がね、サバイバルシート、今みんな流行ってますよね。サバイバルシートがいいですよって、盛んに勧めて僕にも持ってきたんですよ。で、今僕もサバイバルシート持ってますけど、それは本当、外で凍えて死にそうになった時に、巻くために持ってるだけで、養生には使ってません。すみません、どうしても、影が出ちゃうんで、位置変えました。サバイバルシートを養生で使った時期もあるんですけども、僕にはちょっと馴染まなかった。それから、タオルとかね、あれをね、入れてた時期もあるんだけど、一回うちに他のウーバーさんに配達してもらった時に、その人はタオルを使ってたんですけど、タオルを見た時、なんか雑巾に見えちゃうんですよね。
これは印象良くないなと思って、で、それ以降は全部新聞だけにしてます。で、新聞も本当は汚い新聞かもしれないでしょ。で、自分の場合は、この養生をするためにコンビニで新聞買ってますから、綺麗な新聞ですけども、で、汚い新聞だったとしても、なんか、配送されて、箱の中に新聞がバッ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 って入ってても、あんまり汚いっていう印象ないですよね。昔なんか焼き芋なんか買うと新聞にくるんでくれて、ポン出してもらって、そのまま食べてました。そういうのもあるかもしれないんですけども、皆さんにも新聞が汚いっていう印象がないみたいで、これは、まあ、使えてます。で、自分はでも最初、ちょっと気にして、1日くしゃくしゃにしたら、どんどん新しいのに変えてたんですよ。ただ、お客さんの目線から見て、そんなね、気にしてる人は多くないみたいなんで、自分はその新聞、本当にくしゃくしゃになるまで使ってます。というのは、あのー硬い新聞を間に挟みたいときと、昨日、ちょっと、ドリンクの脇に入れたみたいに、あんまり硬くしたくない場合があるもんですから、その時は柔らかいものをちょっと入れたい。ということなんで、ちょっとくしゃくしゃになるまで使ってます。よっぽどみっともなくなったら捨ててますけど。あと、スマホホルダーでしたね。スマホホルダーは僕は使わない方がいい派なんですけどもね。というのは、まあ、ウーバーはスマホホルダー使ってください。言ってるんだけど、その運転してる人を見ると、もう何メートルもね、こう凝視しながら、って移動しちゃってるんで、あれ自体が交通事故の原因になってるんじゃないかなと僕思ってるんで、本当は使わない方がいい。昔は、運送屋さんは住宅地図だけ見て、それからマピオンみたいな、東京行くときはそういう地図見て、覚えていって、それで普通に配達してたんで、ナビゲーションなんかなくても配達できますよ。慣れれば。ただね、そう言ってもね、この間、出前館始めたばっかりの旦那さんに言われたんだけど、その方も僕のこれ見ててくれて、で、スマホホルダーなんかなくてやった方がいいですよって、直に言ったんだけど、いやー、時々さんそう言ってもね、できないっすよっていうのね。そうか、できないかもしれない。普通の人はね。で、じゃあね、首からかけたらどうかなと僕は思うの。で、僕今、この番組、日本最高産のウーバー配達員ですってやってますけど、まあ実際には、ごめんなさい。上に10人ぐらいいます。AKB の1.5 期みたいなね。まあ、唐揚げの金賞ぐらいの信頼度です。まあ、大雑把に言って、一番上の方ですよ。ごめんなさい、上10人ぐらいいます。で、本当の最高さんのチェレステさんっているんですよ。本当の名前は知りません。ツイッターでね、言うと、チェレステさん。チェレステサカシーさんって金沢の人もいますけど、まあ、その人じゃなくて、チェレステさんって東京にいますから、その方が、実際には、もう僕の2週間ぐらい前に始めてて、一番古いらしいです。で、その方が、おすすめするのは、スマホホルダー。首からかけるやつ。で、僕も言われてやってみたんですよ。特急便さん、これがいいっすよ。ってで、これ首から下げて、ピーって言って。で、その方が言うには、100円ショップの何だったっけな、キャンドゥ。キャンドゥのスマホホルダーが一番いいって言ってました。で、僕もそれ買いました。ただね、なんかね、首から下げてると、僕の場合はね、肩こりしちゃうのね。なんか。それで、やめましたね。2、3ヶ月やってみたけど、ちょっと合わないんで、僕は、まあ、もう覚えられますから、ポッケに入れてやりました。で、そのキャンドゥのスマホホルダー使うと、まあ、いいですね。雨の日でも、ちゃんと操作できるし、全然問題ないんだけど、ただ一つ問題なのは、充電をどうするか。充電どうやってやってるんだろう、あの人は。僕はちょっとそれ知らないんですけど、雨の日の操作性は全然問題ないです。で、今日の質問は、覚えてるのはこんなもんかな。もし忘れてたら、また後でご案内差し上げます。では出発キュッいつもの公園に来たら1軒目になりました。すぐ行きます。1軒目ドロップ、小倉北区下糸渦です。2軒目ドロップ、小倉北区清水です。で、先ほど1軒目の配達で、地図上にビルの名称が
2箇所出てくるっていうの現象があって、これ Android だと結構頻繁にあるんですよね。で、これは皆さん、長くやってる方はもうご存知かと思いますけど、多分ね、その間違いなんで、他の地図、別個の地図でもう一回見て、それで確認していった方がいいです。で、おすすめは Yahoo 地図。Yahoo 地図は前輪の住宅地図と提携してますから、ほぼ間違いないです。で、アパート名、マンション名はそこで確認していくのをお勧めします。前輪の本体の地図も僕は契約してアプリ入れてますけど、前輪の地図よりも Yahoo 地図の方が軽いですから、動きが軽いですから、アパート、マンション名だけの確認だったら Yahoo 地図で十分です。ちなみに僕 iPhone も使ってる時期ありましたけども、 iPhone の方では地図しっかりしてるんで、そこまでやる必要もないかもしれない。ただ先ほど言ったように Yahoo 地図自体は優秀ですのでおすすめです。いつもの公園です。前輪以外にサブの地図を2つ用意しておいた方がいいです。 Uber のアプリでもし確認できなかったら Yahoo 地図、それ一つ。ただ Yahoo 地図もログインできませんとか言ってすぐ使えない場合があるんですよ。だからしばらくほっとくとまた回復したりするんだけど、 Uber の地図もあんまりうまく使えない、 Yahoo 地図もなんかすぐログインできない、結構テンパるんですよね。だからもう一つ予備で、地図丸でも何でもいいですけど、自分が好きな地図を用意しておくのがおすすめです。3軒目、小倉北区立町ドロップです。4軒目、木町です。さっきのマクドナルドで領収書がちょっと問題になりまして、普通ウーバーは領収書出しませんよね。くださいって言われても、終わったらメールできますんで、それでもらってくださいで終わりです。ごめんなさい、また後にします。仕事入りました。モスのドリンクですが、結構な確率で真横になります。あとさっきの領収書の話なんですけども、普通は Uber では領収書を Uber 配達員が出さないですよね。メールで送られてきて、それを印刷してくださいってだけです。で、マックデリバリーを受けた場合も同じような説明が書いてあるんだけども、今回マクドナルドの伝票の中に置き配シートと領収書って出てきて、この場合はどうするんだって話になったんですよ。で、そこにたまたまマックデリバリーの配達員さんもいて、どうしようか。置き配なんですよね。置き配で領収書で、マックデリバリーの配達員さんの頭の人が、じゃあ領収書貼り付けちゃおうっつってペタンで商品に貼り付けて、でそれで持ってきました。臨機応変ですけどね、頭のいい方法だなと思いました。誰にも迷惑かからないしね、それでみんな納得するだろうし。小倉城待機ですが、今ここ日陰が全然ないんですよね。日陰がないので別のとこ行きます。この川沿いがなかなか気持ちいい場所です。大手町待機です。いつもの公園です。視聴者の方に来ていただいて少しお話ししました。ありがとうございます。今日はアイドルタイム自動フライにどんどんなっちゃって、なかなか時間が積算されていきません。一枝ガストさんでご飯食べまして、これから後半やります。今日は出発ちょっと遅かったですし、途中自動フライになってしまったりして、なかなかオンライン時間が積算されませんで、あと3時間半以上やんなければいけないもんですから、夜9時半かもしかしたら10時ぐらいまでやらなければいけないかもしれません。頑張ります。それで自動フラインですね、先ほど視聴者さんが来た時にそういう風になるんだって話したら、そんなのあるんですかって言われたんで、喋っておかなきゃいけないのかなと思ったんですけども、説は2つあるんですよね。1つはとても暇な日に配達員さんが過剰で、それを減らしたいから一部の人を
強制的にオフラインさせるんだ。そういう説が一つと、あとこれは、ツイッター仲間から言われて、そうなのと僕も思ったんですけど、端末、スマホがちょっと古くなってくると、感度が弱くなって、自動的にオフラインになっちゃうんだ。説が2つあります。で、この2つ目の説は、懐疑的なに見る人もいますけどね、そんなことあるのかなーなんてね、言う人もいますけども、ただ、実際、新しく変えると、感度良くなって、自動オフラインになる頻度が減るんですよね。だから、2つ目の説もあると思います。両方あります。6軒目、小倉北区中井ドロップです。6軒目鳴らすのは若干トリッキーなことをしました。裏技ですね。昨日までの検証で、土日祝日はオンライン時間に対して運転時間が 30% ぐらいでなるだろう。平日は 24% か 25% ぐらいだろう。この時期はですね。そういう風になるのは分かってましたんで、今日も 24%、5% かなという、予想でした。で、昼間ちょっとなりすぎて、その数字が高くなりすぎてましたんで、かつ、ちょっと僕今日始めるの遅すぎて、10時間までちょっと足りなかったんで、あと1時間10分か15分かならないだろうなと思って、オンラインにしたままガストでご飯食べました。で、ゆっくりコーヒー何杯か飲んでね。で、その時間終わって、で、なりそうな、時刻になってから会計して出てきて、で、外でちょっとおしゃべりして、そしたら、予想通りになりました。いつもそこまでうまくいくとは限らないけど、自分のなる率が分かってくると、そういうこともできます。ただ、そんな時間気にしてご飯食べてるのも美味しくないですからね。普通は自分もオフラインにして食べます。しばらく中井でまったりしてました。けど、もうすぐなる時間のはずですので、下界におります。安取すぐなりました。現在午後8時ちょっと前です。下伊東渦ドロップです。8軒目八幡東区七条ドロップです。今現在ちょっと、ログイン時間に対する運転時間の比率高すぎまして、あと1時間10時間までやっても1件も入ってこないかもしれません。1件も入ってこないでちょうど予定の比率 25% ぐらいです。東京の方とかじゃあんまりないんですけど、北九州の人って街中で歩きながら歌を歌ってるんですよね。で、車の乗りながら歌を歌ってたり、バイク乗りながら歌を歌ってたりするんですけど、不思議なのはみんな陽気なのに音痴なんですよね。さっきも歌ってた人いたんだけど、すがすがしいほどに音痴なんだよね。すいません、予測に反してマックが鳴りました。喜んでいきます。9軒目ドロップ、清水です。計算上、あと16分ならないと思いますので、オンライン吉牛行ってみます。食べ終わりました。あと2分で10時間です。はい、10時間終わりました。昼間ちょっとなりすぎぐらいになりまして、午後調整に入りました。で、夜はもう予測通りです。この時刻になるかな、チャリチャリってなって、もう一つだけちょっと余計だったけども、オンライン時間に対する運転時間のパーセンテージが 26.6%、予測が 24、5% でしたから、ちょっといいけど誤差の範囲かなって感じです。こんだけ予測通りだと面白みはないですね。昔のテレビ番組じゃないですけど、予測不能でね、この後どうなってしまうのかぐらいの方が楽しいんですけどね、全然楽しくないです。ではまた明日、失礼します。